皆さんこんにちは。別館すみチャンネルへようこそ。今回の動画は2泊3日で群馬県水上温泉を訪れた時の2泊目の動画です。1泊目は水上ホテル住宅に宿泊し、今そちらを後にして徒歩で向かっているところです。だいたい15分くらいで着くとのことです。以前この度のホテルと同じグループである猿ヶ京温泉の千の谷に宿泊をしました。その時もとても楽しい時間を過ごすことができたので、今回も期待値が高まります。このチャンネルではこれから宿泊しようだとか東海へ行ってみようと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しています。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。さあ、そしてですね、来る道中で可愛らしい猫ちゃんに遭遇したんですね。娘と鳴き声の掛け合いが可愛かったです。お？ここ通っていいのかな？通っていいんです。というわけで今回宿泊するホテルはこちら。源泉湯の宿松の井ホテル。いや、立派な建物ですよね。駐車場はこんな感じですぐそばにあるんですね。広さも十分。この山の方の景色がまたいいですね。今雪景色が見えているわけなんで、さらになんかよく感じられます。さあ今度はですね、玄関の方から見渡してみたいと思うんですけれども、こうぐーっと見ていって奥の方がですね、駐車場になってます。結構やっぱ広いですよね。総客室数225部屋もあるんですよね。で、敷地としては東京ドーム 3.5 個分ということで、本当に広いのがわかります。そしてですね、送迎で上毛高原と水上駅っていうのがあるんですね。で、上毛高原はどちらも要事前予約ということになってます。で、水上駅の方はですね、予約っていうことではないんですけれども、必ずですね、ホテルに連絡をするようにして確認を取るようにしてください。こちらが中入ってエントランスからぐるっと見渡しているところなんですけれども、私たちいた時だけなのか普段からそうなのかちょっとわからないんですけれども、入ってすぐチェックインして後でですね、夕食の時間をもうすぐに決めるということになってましたので、早い時間に夕食を取りたいという人は結構チェックインは早めにした方がいいのかなというふうに思います。いろいろ方もあります。さあ少しですね、これ中入ったところになるんですけれども、こういうところでですね、チェックインとか、チェックアウトとかしているところをこう待つことができる、いわゆるラウンジね、的なところがあるんですけども、私ね、こういうラウンジみたいなところすごい好きなんですよ。やっぱりこうゆったりなんか過ごせるじゃないですか。チェックインとかチェックアウト以外の時も来たりとかして時間過ごしちゃうんですけれども、すごく広くて気分が良かったです。あ、そうだ、それと、お笑いのオアシズの大久保さんとタンポポの川村さんって分かりますか？女性2人なんですけれども、テレビ東京の、温泉を回ってロゴが入っているタオルを集める旅っていう番組、不定期で、2ヶ月、2、3ヶ月1回くらいやってる番組あるかと思うんですけども、それがすごい好きで見てるんですが、ここ実は紹介されたんですよね。紹介っていうかここに来てました。2024年12月の放送ですね。さあ、そしてですね、ちょっと実は早く来てしまっていたので、チェックインする前にですね、M フォレストというところ、これも松の井さんのところなんですけれども、レストランで食事をしてまいりましたので、そこをちらっとご紹介したいと思います。で、1500円でサラダバーとフリードリンクなんですよね。で、これ一品一品のボリュームが結構すごかったんで、メインのですね、これかなりコスパいいねとか言いながら食べました。しかも美味しいし。M フォレスト後にして、こちらがですね、車で来た場合に入ってくるところとなっています。さっき私たちは裏口っていうかあっちから入ったんですけども、これが正規というかね、かなと思います。で、これ最初使った映像なんですけれども、ここぐるーっと行ってですね、これもっと左の方行ったところから、随運動というところに行くんですけども、ここに実はつながるというか、ここを入っていきますと、今回宿泊する、随運動の、建物等のかながあります。
あとですね、部屋だけじゃなくて、ビュッフェ会場であったり、料亭の東雲という場所があったり、あとですね、大浴場ですよね、日明かりの湯であったり、ホタル明かりの湯にも行くことができます。で、ホタル明かりの湯とか、そっちの方はですね、回廊、湯巡り回廊という風になっておりまして、こっち側じゃなくてですね、この映像から言うともっと後ろの方からの、後ろの方からも行くことができます。また玄関に戻ってきて、右側が洗面所、左手前が寝室、左奥がリビング、今ですね、になっています。そして正面のその先にですね、客室露天風呂があります。ベッドルームと今のところはリビングのところはですね、スライドできるドアで間仕切りになっているんですね。では小さなスタッフさん、それを動かしてください。こちらがシャワールームで、その先にあるのが、今、客室露天風呂に入っています。いやー、最高だな。何が最高ってこの景色です。じゃん。これだからもう雪見露天ってやめられないですよね。いやー、本当にいいお湯だ。早速ちょっと、ラッコ太郎も入れながらで入っていきたいと思います。一応ですね、浴室内こんな感じですね。上もこう天井があるので雪とか雨とかの心配はありません。ただ客室半露天風呂、こんな感じですかね。いやー、でも本当いいですね。でここ入ってきた時にですね、温泉成分で滑りやすいから気をつけてくださいって書いてあったんですけども、確かにね、もう入った瞬間からすごいトロトロしてますね。トロトロスルスルするようなそういう泉質です。すごく気持ちいいですね。でこの、浴槽は今この向きですとね、大人3人横並べます。そして足伸ばしても届かないかなっていう感じですね。ちょっとこう寝そべった感じにするとですね、届くかなっていうそんな感じで、こっち側にしてみても同じく3人並べるんじゃないかなっていうくらいすごいゆったりしてますね。とてもいいです。ラッコ太郎を見てみますとですね、だいたいこれ40度のとこですかねにあります。40ちょっと超えてるかなって感じですね。で一応こう源泉出てくるところがあるんですけど、ここをちょっと測ってみますと、ここ42を超えましたね。源泉42くらいということでしょうか。そうですね、42をちょっと超えたくらいかなと。でここから下からもなんか出てきてるんですね。だから一応だからダブルで出てくると。で源泉 100% の、部屋だよってことになっているので、源泉で入ることができていると思います。さあ、外の景色はこんな感じになってます。とてもいいですよね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、奥の方にですね、利根川が流れています。で、今、お風呂のこの源泉の音でですね、利根川の音全く聞こえないんですけれども、
そんなにこう流れが速そうでもないので、実際ここまで音は届いていないかもしれないですね。で、一応ですね、ここ下見てみますと、ここ実は通路がこういうふうにあるんですね。で、こっち別の大浴場が多分あって、ここのところで、ここでは分岐してですね、左に行くか右に行くかになると思うんですね。で、右に行ってみますと、こっちにはですね、大浴場、そして貸し切り風呂があったりするんですよ。だから通路から見えちゃうんじゃないかなって心配が一瞬あったんですけれども、あっち側に行く大浴場のところはですね、完全にあれ壁みたいにしているので、それ見えることはまずないです。で、こっち側の方で、ここはちょっと冬じゃなければ、ビニールシート、雪が来ないようにするためにビニールシート剥がしていると思うんですけども、今私がいるここで立ち上がったら正直見えてしまうかもしれないんですけども、立ち上がらなければですね、別に見えることもないので、そこは気にしなくていいと思います。ここからがお土産屋さんのご紹介です。全部ではありませんけれども、ご覧ください。結構広いですね。では、夢ぐり回廊のあるですね、大浴場の方行ってみましょうか。この A というエレベーターを一つ降りていきます。最初に見えてきたのが貸し切り露天風呂のカンテラの湯、そして星空の湯、この2つですね。画像はホームページから借りています。そして見えてきたのがホタルあかりの湯です。こちらは内湯、露天風呂、立ち湯、つぼ湯があります。男女入れ替え制なのでご注意ください。夢ぐり回廊から見られる外の景色、こんな感じなんですけど、あとですね、歩いてたらすごい綺麗な音色がしたんですよね。これでした。すごいいい音でつい聞き入ってしまいましたね。ここからは夕食ビュッフェ、千味のショーですね。こちらの会場、そして、お料理をご紹介していきたいと思います。右の方ですね、ライブキッチンになっています。私が持ってきたのはこちらです。
どうですか？美味しそうですよね。この右下のですね、アサリの酒蒸し、これすごい人気だったんですよ。ここからが夕食ビュッフェメニューなんですけれども、多分ほぼ網羅してると思います。握っているところを撮影していいか聞いたらですね、もう即 OK してくださいました。本当に嬉しかったです。もうこの音だけで美味しいって感じですよね。美味しかったです。お腹いっぱいになりまして、ちょっと外の様子を見に行ってきました。夜になるとまたこの雰囲気が変わってとてもいい感じですよね。少し前の日本のこう家屋というか歩いているそんな感じがしましたね。温泉や食事だけじゃない、こういったところでも宿泊客を楽しませてくれる、そんなこう作りというかなってるのかなっていう風にしみじみと感じます。あれ、さっきまで布団なかったのに布団がある。
はい、今ですね、客室露天風呂に入っているんですけども、ここね、本当は明るくできるんですが、ここ、玄関の方につながっているところ、ここのライトがこっちまで入ってくるので、今はもう決してここのブラインドも上げていると、そんな感じですね。はい、でですね、今日ちょっと振り返ってみますと、最初にチェックインしてから客室露天風呂に入って、その後ですね、日明かりの湯っていうところに行きました。でそこ行って最初びっくりしたのがですね、脱衣所からですね外出るともういきなり露天風呂になってるんですね。つまり内湯みたいなそういう空間がなかったんですよ。だからですね体とか洗うわけなんですけども、結構他のお客さんとかはもううわ寒い寒いとか言いながら入っている人がいたんですけども、その分ですね温泉に入る楽しみっていうのがもう湧き上がりますので、急いで体とか洗ってですね、もうザブーンっていう感じでもう飛び込むとまで言わないですけども、気持ちとしては飛び込んで入るようなそんな感じで入ってきました。いや最高でしたね。さあそしてですね、その後に今度は大浴場の、月明かりの湯の方行きました。そちらの方はですね内湯の方もあるので、そこで体を温めてから露天風呂の方に入ることができましたので、あんま寒いとかそういうような感じは特になかったですね。でとてもいいお湯だったんですけども、ここちょっと思ったのが、同じ源泉を使っているというのがあるので、そんな大きな差はないはずなんですけども、正直客室風呂の方が柔らかくて、そしてなんかとろっとしてるかなっていう印象でした。で他の、日明かりの湯と月明かりの湯は入った瞬間からもう体がキュッキュキュッキュしているようなそんな感じでしたね。これ主観なんで、感じ方人それぞれかとは思うんですけども、ちょっと違うのかななんていうふうに思いました。そうなると私としてはですね、同じ源泉だとは思うんですけども、違う味わい方ができたというふうに思うとですね、得した気持ちになりますよね。大浴場の方はツルツルした感じだったけども、今入ってみるとやっぱりこっちの方がなんか柔らかいかなっていうそんな印象ですね。で今ですね、前方の方を見てみますと、なんか電車が止まっているんですね。これ車庫なのかな、なんかずっとさっきから止まってるなっていうそんな風に思って見てるんですけれども、何事もなければいいかなと思います。景色としてはこんな感じいいですよね。でね、若干こう星も見えてるんですよ。若干っていうのは結構見えてますね。北斗七星とかすごい見えてますよ。多分この映像だと多分見えないかと思うんですけども、どうですかね、やっぱ見えないですよね。星も見えてます。で今日はちょっと月がずいぶん明るかったりするので、あとここが今こうライトアップされて明るいっていうのもあるので、そこまではっきり見えないんですけども、もうちょっと多分暗くなってればすごい綺麗に星空が見えることができるんじゃないかなと思います。今妻と娘がですね、ホタル明かりの湯の方に入りに行ってるんですね。で24時前なので今も11時23時半くらいかな、もうすぐこう通るかもしれないなと思いながら、温泉に入っているとこんな感じです。いやこのライトアップもすごい綺麗ですよね。素晴らしい景色です。
現在9時です。先ほどですね、朝食食べてきたんですけれども、7時の回で行ったんですが、いや、人がすごい多かったですね。私、6時半くらいに1回会場には実は行っているんですけれども、その時はそこまで人多くなかったんですが、ほんの30分くらいの間でこんなに人が増えるのかっていうくらい、すごいいっぱい人がいました。改めてですね、このホテルが人気だということが分かりましたね。確か昨日、フロントの人が言うには700人宿泊をするんだって話されてましたので、いや、多いですよ、700人もいるのかと思いました。そして今日はですね、あとはもう帰るだけなんですけれども、ホテルから上毛高原までのバスを予約してあるので、それに乗ってですね、上毛高原に行って、そこから新幹線で帰ろうというふうに思っています。さっき部屋の方からですね、外見て気づいたんですけども、川の流れは多分聞こえてるんですね、きっと。で、ここの客室風呂の方はこの源泉が出ているということもあって音がかき消されてはいるんですけども、部屋の方から窓を開けて外を眺めてたらですね、多分川の利根川の音だと思うんですけども、聞こえているような風に思ったので、そちらの方でですね、やっぱ川の音本当好きなので、こうせせらぎを感じながら心がこう休まるようなそんな時間を、過ごすように、できましたね。さあ、それではですね、群馬県水上温泉2泊3日の旅はこれで終わろうとしているんですけども、1月はですね、2年前は福島の方に行って、去年は北海道に行き、今年は、この水上温泉の方に来てですね、雪見露店に入れたらなということで、3年続けてやってるんですけども、ちょうどですね、今回来たタイミングで結構雪が降ったんですね。それもあったので雪増しになっているのかなというふうに思います。1週間前に来てたらどうだったのかなっていう気はするんですけど、雪もあるとは思うんですけどね、ここまでだったのかどうかちょっとわからないんですが、とても満足できる滞在というふうになりました。やっぱりここ見てみますとね、遠く予想で見渡すことができたりするので、違う時期に来て、そしてですね、これは今2階なんですけれども、上の方の階に行ったらまた違う景色で見ることができると思いますので、そういうところでも楽しむことができるのかななんていうふうに思います。さあ、それではここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。